もしも消費税を廃止した世界を最後まで見届けた話。第1章。生徒。その日の朝、スマートフォンを開いたらニュース速報が来ていた。消費税廃止法案、衆議院本会議にて可決。私はしばらくが面を見つめていた。信じられなかった。すぐに計算を始めた。毎月の食費、外食、たまに買う家電、年に数回の旅行、一つ一つは大した額じゃない。でも足していくと年間で30万円近くになった。30万円、ずっと言われてきた話だった。消費税は弱い人から取る税だ。庶民の生活を苦しめている。それがついに変わった。私はその朝、正しい答えが出たと思った。本気でそう思っていた。第2章。違和感。数ヶ月が経った。レシートを見るたびに悪くない気分だった。でも秋になる頃からニュースのトーンが変わってきた。今年度の税収、当初見込みを大幅に下回る見通し。そうかと思った。私が払っていたお金は誰かに届いていたんだ。年金を受け取っている人がいる。入院している誰かがいる。介護施設で暮らしている人がいる。ではどうするか。テレビでコメンテーターが言っていた。法人税を上げればいい。企業はこれだけ利益を出しているのだから払えるはずだ。私もそう思った。第3章。企業だけ得をするのは違う気がした。法人税が上がった。私にはそれで良い気がした。大企業の決算ニュースを見るたびになんとなく釈然としないものがあった。記録的な利益、過去最高の純益、そういう見出しと自分の給料があまり変わらない現実がどこかで引っかかっていた。企業ばかり得をするのは違う気がした。だから法人税増税のニュースを聞いたとき、私はどこかほっとした。ところが数年後、思ったほど税収は回復しなかった。企業は倒産したわけではない。でも国内への投資の話がじわじわと減っていった。新しい工場の話、新卒採用の規模、ゆっくりした変化だった。でも積み重なっていった。私は初めて迷った。第4章。このまま日本が貧しくなる方が嫌だった。そういうタイミングで別の声が耳に入るようになった。まずパイを大きくすることが先だ。全体が豊かになれば分配の問題は後からついてくる。なるほどとも思った。そこで浮上してきたのが国債の活用だった。今の財政難を将来に少し肩代わりしてもらう。その代わり今しっかり投資をして経済を立て直す。私もどこかで惹かれた。でも数年後、スーパーに行くと卵のパックが以前より高くなっていた。住宅ローンの話をしている友人が金利が上がって月々の返済が増えたと言っていた。旅行に行こうとすると円の価値が下がっていて以前より割高になっていた。ニュースで聞いていたはずの言葉が急に生活の中に入ってきた。私はまた迷った。第5章。テーブルの上のパンフレット。ある年の正月、実家に帰った。父は足が少し不自由になってきていた。母は物忘れが増えていた。テレビの前で話していると介護の話になった。リビングのテーブルに施設のパンフレットが置いてあった。私は何気なく手に取った。月額の費用が書いてあった。私はその数字を見てしばらく何も言えなかった。それまでに聞いてきた言葉が頭の中でつながった。社会保障の削減、医療費の自己負担増、介護給付の見直し。ニュースで聞いたとき、それらは制度の話だと思っていた。予算の話だと思っていた。でも実家のテーブルで初めて分かった。削減とはどこかで誰かの選択肢が消えることだった。そしてその誰かがコンメの前にいた。第6章。何度も変わっていた。あの頃から何年が経ったんだろう。消費税廃止には賛成した。法人税増税も悪くないと思った。国債の活用にも惹かれた。社会保障は削りたくないと思った。気づけば何度も気持ちが動いていた。これは知識が足りなかったからだろうか。情報が増えたら答えが変わったんだろうか。多分そうじゃない。私はその度に何か別のものを見ていた気がした。でもそれが何だったのかうまく言葉にできなかった。第7章。気づき。ある時ふと思った。私は消費税に賛成だった。消費税に反対したこともあった。法人税にも賛成した。国債にも惹かれた。社会保障も守りたかった。昔の自分ならそんな人間は矛盾していると思っただろう。でも違ったのかもしれない。私はずっと一つの問題を見ていたわけじゃなかった。格差も気になっていた。景気も気になっていた。家族のことも気になっていた。全部最初から気になっていた。ただその時その時見えているものが違っただけだった。そして多分みんなそうなんだ。消費税の議論を見てなぜこんなに噛み合わないんだろうと思っていた。でも噛み合わなくて当然だったのかもしれない。同じ言葉の下に全然違うものを守ろうとしている人たちがいるのだから。最終明、最初のニュース。最後に私は最初の朝を思い出す。スマートフォンに届いたニュース速報。消費税廃止法案、衆議院本会議にて可決。あの瞬間私は正しい答えが出たと思った。でもあれは答えじゃなかった。問いだった。あなたは何を守りたいですかという問いだった。私はその問いに最後まで答えられなかった。でも今なら消費税の話を聞くたびにその人が何を守ろうとしているのかを考えるようになった。終わり。